よいしょ、お疲れでした。よいしょ。お疲れです。お願いします。いやー、おっとっとっと、大丈夫ですか？大丈夫です。結構家近いんですね。そう、意外とね、意外と結構近いんですよ。いや仕事たまたま一緒なんでね、珍しいね。珍しい組み合わせですないけけどね。どね。だって仕事中あんまちょっと話せなかったけど。あ、まあそうですね。なんかもう一緒の仕事がもうあんまないじゃん、基本。いや、まあちょっとなかなかすれ違うばっかりでしたけどね。確かに。最近どういう活動というか、個人的にちょっと確認だけしておきたいんですけど、俺らって友達ですよね。俺友達だと思ってたんだけど。いや、友達思ってる。一緒にゲームもしてた。そうですよね。してし、まあでも確かにチームも間接的に組んだりとか、間接的にね一緒だったりとかしたけど、あるけど、確かになんかそのゲームもちょこちょこやったことはあるし、まあリアルで会うのも1回目じゃない。まあそうですね。ご飯行ったりとかね、ありましたし。ただそんなにしょっちゅう話すかってまあそうではない。どこ座るかって言ったら別に席やっぱちょっと若干遠く。じゃあそんな隣ではないか。隣もいきなり来ちゃうよなっていうのもあるからね。そのぐらいの距離感。よかった。なんかタクシー話したくないタイプかな。いや、そんなこと俺めちゃくちゃおしゃべりだから。全然しゃべるっすけどね。活動か。活動。俺8年ぐらいやってて、今は8年おなは。最近はそれこそ麻雀かな。麻雀やってるイメージある。麻雀で個人的に回ってるのはスレスパ2がおもろいね。スレスパ。やってる？いや俺やってるのを見てる。やってるのを見てる。やってないんだけど。まあでもちょうどいいよね。やってんのを見てるぐらいで。あれおもろいね。2が出てなんかマルチとかね。あ、そうマルチも神ゲーらしくて、あんまりやってないけど。まあそう基本ソロなんだ。基本ソロでやっと最高回数をクリアして。すげえめちゃくちゃやり込んでる。めちゃくちゃやり込んでる。40時間やってたって。RPG ちょっとクリアできるぐらいやって。すごいな。そんな結構遊べる。遊べる。じゃあノリさん何やってるの？俺はなんだろう。まあ俺ずっとゲームやってきて、活動自体は何年だろう。もう14年目とか。やば、大先輩やん。いやでも活動っつってもね、配信するとか。いやー、すごいことだよ。なんか仕事とかじゃなくて普通に配信したりとか。じゃあいつ仕事になったの？その十何年で。いや難しい。なんか俺なんかその10代の頃にその e スポーツみたいなのがまだちょっと出始めみたいな、日本にちょっと発生し始めみたいな時に、10年前以上前にそのイベントの設営とか運営とかのスタッフをずっとやってて、そういうところからまあスタートしてたんで、なんかそれをお金もらうって言ったらそこはお金もらってたから、まあボランティアじゃなくてね、配信とかでお金っていうのはなんかあんまいつなんだろう分かんないなみたいな。ほんと最初は10年前ぐらいになんか数百円数千円みたいな YouTube からもらうみたいなことはあったと思うけど、どちらかっつったらなんだ裏方みたいな。じゃあ何にしろどっちにしろこのゲームっていうジャンルにずっと深く関わってきてたんだね。ずっといて、おもろ。そうイベント最初はスタッフやってて、でキャスターなんかその大会の実況解説とかやるみたいになって、やりますって言ってやらせてもらって、なんか気づいたらそれがなんかこうちょっとタレント活動とかその配信活動みたいなのにちょっと変わって、今はそっちやってるみたいな。めっちゃいいな感じでもう転々としてる。でもなんかじゃあ学生生活ってどう過ごしたの？学生生活はいや俺まずそもそもなんかその高校をなんか1年目でめちゃくちゃ強いバレーボール部に入ったんだけど、そうで中学でも頑張ってたから入って俺ここでやっていくんだと思ったらめちゃくちゃもう厳しいし超すごいやつらが集まってて、これ無理だってなって脱走して、なるほどね、心折れて、そう高1でもう
辞めちゃって、そっからもう家でゲームばっかしてた。バイトしながらゲームみたいなのをしてって、でただまあ高卒の認定みたいなの取れるから、それ取って、で一応専門学校に行って、でデザインとか映像制作とか。俺もそんな感じだった。本当、そっち系行って、行ってたんだけど、結構その仕事がまあだんだん軌道に乗ってきたって言ったらあれだけど、忙しくなってきたんで、まあ就職するために専門学校行ってたけども結構働いてるしもつって、3年目で専門学校は3年目で辞めて、今の仕事やって。波乱万丈ってやつじゃないの？だから2回辞めてるからなかなかいない。2回中退してる。すごいな。すごいでしょ。でも学校でもなんか専門って短大卒とか一応もらえるやん。もらえる。スズメの涙程度だけど。そうもらえる。でもやっぱそれでももういいかっつってやめて。もういいやって。まあなんかその仕事はそのグラフィックデザインとか、そっちの方のソフトは結構ひとしきり触れるようになったから、最悪まあこれで潰しきくなんか飯食っていけたらいいなみたいな。引く手あまたやからね、死ぬほどブラックやけどまあもう最悪なんか仕事はあるだろうと思って思い切ってやめたんだけど。なるほどね。地当たりいいですか？もちろんそちらの話も聞きたい。お願いしますよ。専門で思い出したけど、俺も専門そうなの？そう行って、で最終的にはゲーム会社に就職して。そうなんだ。そう3年間ぐらいまあね、ちょっとねタイトルは言えなかったりするけどさ、いろいろ関わらせてもらって、まあなんか3年働いたんかな。で3年働いてこの活動に出会って辞めちゃった。俺も辞めた。そうなんだ。3年で結構しっかり働いてちょうどよかったんよね。働いてるな。なんか転職するのにさ、3年ってちょうどよく言うやん、3年はやれみたいな。だからなんか結構タイミングも良くて、俺の場合は。だからそれで辞めてこっち来て、いろいろあって。すごい。そのきっかけは何なの？そのいやね、切り替わるバーチャル YouTuber の歴史の授業になるんだけどさ。歴史の授業、あんまり歴史俺知らないからね詳しくないから。なんか2017年後期、11月ぐらいにニコニコで、細かそうやね、大事やね、この1月単位、月単位が大事やね、大事やね、刻んでるから。11月にキズナアイとかがボーンってなんか話題になって、確かにね、で始祖って感じだ。そう愛ちゃん自体は2016年とかからやってるのかな、もっと前からやってたんだけど、1年越しぐらいにわーって日本で話題になって、で海外人気はもともとあったの、その頃には。ただ日本で話題になり、でそれでいわゆるいろんな部位が出始めたの。そのかぐやルナ、シロ、あかりとかなんかその辺の初期メンバーが出てわっと盛り上がって、で個人勢がデビューし始めて、フットワーク軽い人たちが、野じゃろりおじさんから始まり、バーチャルゴリラ、乾慎一郎とか、あの辺同期みたいな感じ。あの辺はね、12月組だいぶそんな昔からやってるんだ。実は最古さんで、僕はその人たちを見て、自分でやってもいいんだみたいな、なんかどうしてもそういうサービスだと思って受け入れてたから、自分でやるものだって思ってなかったから、そういう乾殿とかゴリラさんとか見て、これおもろそうやなと、楽しそうだ世界すぎるなで、ちょっと絵もたしなんでたんで、ゲームの仕事で知識もあったし、やらなきゃっつって自分で2,3 週間準備してデビューして、でそれが俺の2月末、2月末だから、その頃にはいろんな子たちがデビューしてて、でみんな仕事にするなんて思ってない、趣味でやってる。で2次3次も2期生デビューする前かな、1期生、出たばっかの時期で、俺にマウント取る人はなかなかいないんだけどこの界隈では歴でね、ブイブイはしてんねブイブイはしてんねお前なんねんっつってなんか嫌だな、嫌な先輩だな。でその年におもろすぎて仕事辞めて、活動がおもろすぎて、なんかゲーム好きだと目立ちたがり屋だからさ、そのゲームとかもこれ俺作ってんって自慢したり、でも出るまで2年とかかかるから、リリースまで、配信はもうすぐじゃん。なるほどね。そのレスポンスの速さにちょっと虜になって、自分がやったことの反応がすぐ返ってくるっていう。でそれで初めて本気でやって、で
最初女で活動してたけど男が出てとかややこしくなってる、いろんな活動の紆余曲折を経てそうやね今ここにいる。そういうことだ。なんか活動の前に何やってたかも俺知らなかったんで。ね。そう一応ね、仕事しながら、同説0人生主やってたね。いやでもすごいあの頃からね、やってるっていうのはやってた。いやなんかその時は俺は近い界隈っちゃ近い界隈なんだけど、その VTuber が出始めぐらいの時に、で俺ちょうどそれもあんまどことも言えないんだけど、VTuber さんのこう番組みたいなのが当時結構いろいろあって、でその事務所さんがやってる番組、それのスタッフもやってたから。そうその番組の制作とかもそうちょうどだからそうやってて、でなんかなんだろうな、こういう仕事というかこういうジャンルがあるんだなって思いながら一緒に仕事させてもらってて、それでこそその時はまだ駆け出しだった人が今めっちゃ有名だったりとかもしてて、なんかどんどん成長していったっていう感じはねしたんだよな。なんかそれをなんか見てたから。じゃあやっぱさ、その裏方やってたわけじゃない、で自分が主役になりてえぜっつってさそれがねそれでバーンってやっぱ俺配信でやってるぜみたいになった。だって今やってないでしょ裏方。やってないんだけど、でもあんまりないかも。珍しいかもしれないけど、なんかどちらかというと、なんかイベントとかで一緒にバーッとストリーマーさんとかいろんな人たち VTuber さんとかとオフラインイベントとか出ても、なんかなんだろう、うまくイベントが成立する装置になろうとし始める。歯車取ろうとする、歯車になる。そう。わかる。でも俺もわかる。根っからそういう人間だから、だから表に出ることにはなったけど、なんかうまくこのイベントを円滑に進めるにはどうしたらとか、どういうものを欲しがってるか、主催側が助かると思うよみたいなことをずっとやってて、なんか俺がみたいなのはしなきゃいけない時も絶対あるから、なんかそこはあると思うんだけど、なんか俺は全然なくて、結構共通点あるじゃない。なんか目立ちたがり屋でもない。そうなんだ。でも全く見られないのもね、寂しい。夜以上は見られたいよな。配信とかも、俺の面白い配信を見ろとか、面白いプレイすごいプレイを見ろみたいな人って多分いっぱいいて、それで人気の人いっぱいいると思うんだけど、俺はもうなんかむしろ視聴者の人とずっと会話してて、視聴者の人に質問するみたいな、聞く、その人に今どういう仕事してるとか、なんかどんな感じのその地域は住んでる地域はどうなのとか、なんかそんな、簡単に言えばそんな感じだけど、どちらかっつったらもう見に来てくれてる人、なんで俺の見に来てんのっていうのをずっと話しかけてる。それも知りたいってこと？そうなんか俺がどうとかじゃなくて、みたいな、そういう配信スタイルだから、ずっとコメントと話して気遣いなんやね。気遣いっていうか興味深い、気になっちゃう。なるほどね。感じかな。そういう活動をずっとしてるな、もう最近は数年は。気がつきゃ数年。なんか本当に4年前3年前3年前ぐらいかな、VCR グラセフやってるじゃないですか。そっからだよね、車ハマったのって。もともと車好きだったんだけど、潜在的に、なんか配信でそれやってたら結構人が見に来てくれて、でなんか同じ趣味の人たちがガーッと集まって、これは配信面白いと思って、それきっかけ、そこから配信を結構するようになったんで、割とがっつりね。それまでは本当にもうたまに不定期に1週間に1回ぐらいパッてつけて、ちょろちょろっと来てくれた人たちと会話するみたいな感じだったから。そうだったんだ。本当にがっつり配信し始めたのは本当3年前ぐらい。なるほどな。ちょっと面白いと思って、やっぱ見てくれる面白さみたいなのはようやくそこでちょっと感じるようになった。なるほど。なんかそんな感じかな。仕事はなんかいいな。逆に麻雀はなんで麻雀今なんでだそんなにハマったっていうか
やるようになった。俺の命の恩人でもあるんだよ。命の恩人、麻雀が？麻雀麻雀に命救われたの？救われた。文字通り。あんま、そう思わないでしょ。なんか赤城とかそういう世界にあいつら勝手にかけてる。命かけてるだけだ。あいつら救われてない。救われてないから。そういう世界の話じゃなく。いやじゃなく活動で食っていくって決めてさ、仕事辞めてさ、最初の 1,2,3 年、2年か、2年間が、とても食える状況じゃなかったの、その給与的にね。でもなんかこのまま続けてっても拉致が開かないだろうと。でうちの親父がシェフなんだけど、俺も3年海外で修行したから3年は好きにせえと、リミットをさりげなく設けてくれて、でもこれいよいよ3年目だって話になり、歌いメーカーって2人いて、2人いるんです、男と女がいて、もともとランマ2分の1だったのがピッコロ大魔と神様なんですよ。これ伝わるよね。わかるよ。これたまに伝わらないの一番わかりやすいだったよ。でも多分俺がもうギリギリだと思う。ギリギリだ。もうダメか。もう無理だと思う。俺より若かったらもう無理だと思う。いやなんか出てほしいな、わかりやすいやつ。ランマはだって再放送とかありましたから。あったし、漫画とかもね全然。ドラゴンボールなんか一緒。それでこう俺がアルバイトの日々過ごしとったら、俺が大魔王側ね。俺が大魔王側なんだけど。でお前メインでやると。いう話に神様から来て、じゃあ分かりましたと。だから今まで2年間女の歌いメーカーやったけど切り盛りしたけど男の歌いメーカーはこれからやっていこうみたいな要は賭けに出たんですよ、チャンネルとして。で最初もう露骨に目減りしていって、登録者毎日週1本動画投稿のスタイルが毎日配信にゴロッと変わって、で手探りやったんですよ。もうすごい迷走しまくってて、よく一番迷走してたのは順位でキャラクターが変わるモノマネマリオカートとかかなり体を張っていや気になるけど別にいや気になるけどそれはでも俺結構生地マリカうまいからさ、大体1位か2位ぐらいしか出ない。それはその企画倒れじゃないそうやね。ランダム性があってくれる。そうやねとかやったりとかして、その中で要はヒットになったのが男気麻雀っていう企画を思いつきでやって、なんか俺男らしくありたいみたいなスローガンに掲げてやってて、でそれも麻雀でかっこいいってみんなで上がろうぜみたいな、でみんなで盛り上がろうみたいな麻雀をやって、ちょっと前やけど釈迦さんとカセッチリもやってもらって、釈迦さんが想像の数倍おもろかったというわしまった企画。男気麻雀、高い手を上がろうって、そう狙うっていう、みんなが日頃見れないような派手な手をみんなで上がって、一番かっこいいやつの勝ちでみたいな。なるほど、点数とかじゃなくて、そうなるほど面白そう。例えばリンシャン解放のみとかね、宣言してたらかっこいいじゃん。最初に言うか、俺上がるわカン、リンシャン解放パンしかもお前ドラム乗せねえのみたいな、俺にはこれでシェフみたいな、なんかそういうのを楽しむ。なるほどね。面白そうだね。おもろいよ。ぜひ遊びに来ていただきたい。麻雀はちょっとにわかだけど、いやでもだからこそ楽しい。だからこそ楽しいか。でそれがちょっと跳ねて、もう3ヶ月ぐらいやったかな、3ヶ月ぐらいずっと右肩下がりだったのが、それで右肩上がりになって、でうわーってこすったの、麻雀やるぞーっつって、でガチの麻雀をやってみたりとかして、軌道に乗って、で生活できるぐらいの収益が、でも文字通りだ、本当に命麻雀のおかげで生活できるようになった。そうできるようになったから、でちょっとできるようになった以上にちょっと儲かり始めて、毎日昼飯がステーキになった。それ食いすぎだろ。変なところで男に出さなくていい。男みたいな。いやもう生き様だからさ。こんなとこで男出さなくていい。ステーキ食ってガーって寝て繰り返しとったら逆流性食道炎になって。体壊して。気をつけてね。大丈夫、毎日食わないから。食べてすぐ出るのよくない。それはよくない。よくない。そう。だからなんかそうやってだから麻雀は好きで。でそれ以降麻雀のリーグ戦ガチな大会、その男気じゃなくてガチな麻雀大会とかも参加させてもらって、運がいいのが大きいんだけど、それでもなんかこう存在感ある上がりといいますか、初年度 MVP みたいな、すごい一番稼いだ人みたいな、チーム点数が1位取ったんだけどその節、でプラス200ぐらいで勝ったのかな優勝、で俺が稼いだ点数がプラス350みたいな。一人で
もうキャリーしたんだ。キャリーした文字通りキャリーして、キャリーしたんだチームを。今その翌年はその年の俺に苦しめられるんだけど、あその輝かしい過去にね、やっぱなかなか続けるのは難しい。それをね、運が良かっただけやったから、かなり運要素もねあるもんね。そうで勉強して上手くなったら無難な打ち手になったなとか言われたりして、やかましいわみたいなね、そういうの言われるんだ。言われますよ。おもろ。だから他のゲームとあんま変わんないね。変わんない麻雀もまあまあ言われる。そのプレーはちょっとみたいな、ちょっといやこれはこうでしょみたいな、言われるみたいなね。まあなわけで、その麻雀今年もだから頑張ろうかな思って、ちょっと今ね、なんかリーグ戦みたいなのやりたいなって。すごい麻雀は大事な存在なんだね。好きだしね、単純に根幹っていう活動の根幹にあるものなんだ。そうなんだ。なんかやってるなってイメージはあったんだけど、どちらかというと俺なんかそのロルとか、そういうゲーム一緒に、そうだね、そっちのイメージが強いからどうしても。確かにいいね、そういうタイトルが。いやまあタイトルじゃねえか、イメージあるって言ってもらえてるのがやっぱりできてるってことなんかなと。本当にイメージは麻雀やってるイメージ。男気麻雀やりましょう。男気麻雀やりますか。誰やります？ 3 人で打つんですよ。もう一人なんかやりやすい人いれば何とでもなるんですよ。やりやすい人、麻雀の技術よりはやりやすい人。やりやすい人、いやむずいな。誰だろう。麻雀のルール知ってんのか知らんのかも分かんないよ。まあ確かに、意外と全くやったことないっていう人もいるし。そうですね。そうプロレスしやすい人ね。なんかパッと思ってたの河川さんとかやけど、まあ結構いろんな人とやってるんだ。そうなんかその2人組捕まえて、仲のいいお二人捕まえて混ぜてもらってやる感じだといい感じに盛り上がる。なんか VTuber の活動って、俺わかんないんだけど、結構なんか歌ったりとか、なんだろう、雑談配信とか、そっちの方のすごいイメージ強くて、あとゲーム、人によってゲームとかだけど、なんかそうだね、麻雀って多いのかな。結構いる。でもね、麻雀ってさ、ブームが3回来たって言われてて麻雀ブーム、まず赤城ね、赤城で麻雀ブーム来ました、でさっきで麻雀ブーム来て、VTuber って言われてるらしい。そうなんだ。ほんまかって思うけど。本当か。本当か思うけど。すごいね。VTuber やっぱ、麻雀やってる人多いんだ。俺の周りはやっぱり多いかな。でもなんかね、やっぱ不思議なもんで、ストリーマー界隈って言っていいのか分かんないけど、VCR とか、あっちの方と麻雀界隈全然違くて、俺がちょうど真ん中にいて、どっちにも顔出してみたいな。でも本当に分かれてる。麻雀系は麻雀で完結してる人ばっかり。そうだよね。だからこっちのストリーマー系に、でも逆に言うと麻雀だけでやっていけるぐらい、麻雀にパワーがあるってことだとは思う。すごいな。だから俺あんまりイメージある人、麻雀のイメージがある人が周りにいないんだろうね。多分離れてるから界隈が。絡みある人いないもんな。あんまいないかもね。V スポとかでもレン君とかね、ちょっとかじってたり、やってたかも。やってたかも。確かに。それぐらい。この前一緒にやったわ、男気。楽しそうに。誰とでも男気やってるやん。誰とでもやってる。みんなもう出てくる人たちのみんなと男気やってる。もう好きあらば誘ってる。なるほどね。これも社交辞令にしない顔でいるよ俺は。なるほど。面白い。ノリともやるよ俺は。確かにやりたい。機会があればやりましょう。お願いします。はい、作りますんで。そろそろつきそうだ。じゃあこの辺で終わりますか。じゃあよいしょ、お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よいしょ。
それざんさん、はい、タクシーのトランクに何が入ってたら面白いと思います？ああ、はい、タクシーのトランクに、はい、なんだろうな、こう水槽になってて魚が泳いでたらかなりビビると思うかも。俺嫉妬しちゃうわ、それざんさんにそんなこんな雑な振りでそんな面白いこと言われたらいや、思いつきで言っただけなんですけど物語広がっちゃうじゃないですか、そんな水槽になってたら多分魚への健康への影響はめちゃくちゃ悪いと思うんで、真似しない方がいいと思うんですけど。酸素が行き渡ってるかどうかとね、水質はどうだとか漏れてんじゃないかとかいろいろあると思いますけども、面白すぎますよなんでそんなこと聞いたんですか？いや、この間タクシー相乗りした際に、はいはいはい、共通の話題をね探られたんで、こっちから今度はジャブ打ってやろうと思って、アイスブレイクタクシートークを、はい、ノット共通言語で、はい、なるほどな、かましただけなんですけど、いや、なんかでも前より打ち解けれて喋れてる気がして嬉しいかも。ちょっと僕もその気になってたでも人との距離の詰め方って難しくないですか？いや、難しいですよねだからその共通項からこういう時は話していった方がいいなと思っていて、はい、気づいたポイントとして、はい、顔隠してるよねっていう共通項ありますよね。ありますね。普段の活動において、はい、仮面をかぶって活動しているという。そうそうそう、はい、これどう思います顔を隠して活動するということについて。昨今のインターネットにおいては、うん、全然当たり前とも思いつつ隠すという行為、はい、ただ逆に出すのも当たり前なので、割と以前ほど忌避感がないというか。そうですよね、それこそ昔のインターネットって顔なんか出したら、はい、もうネット民が押し寄せてくるみたいな。もう何考えてんだとね、うなぎ100人前注文されてもう大変なことになるみたいな、寿司も取られみたいなそのイメージからもうずっと仮面なんですけど、恐山さんはどうですか？いや、私も同じで、やっぱ顔なんか出したら大変なことになる狙撃されるって思ってたんで、はい、顔出さないでなんか仮面とか注文したりして、はい、やっていくうちにどんどん後戻りできなくなって同じですここまで来ると自分が顔を出したところでそれ誰が得するんだって思ったりして、そうなんですよ。なんか、はい、顔を出すってことにいよいよ感が出てしまうと、はい、そのいよいよに応えられるような顔じゃないといけないんじゃないかっていや、そうなんですよね。なんかいらぬハードルが自分の中では少なくとも上がってしまっていて、超えられる気はしないで続いてきてしまいましたね。でも実際こう、人前でお面かぶってるのって結構こっぱずいんですよ。お、そうですか。私は、はい、なんか一人だけちょっと私の世界観守らせてもらってますって感じ出てないかな。ああ、そうですか。大丈夫かな。今もう本当に活動がインターネットを通すといろんな人がいる。それはでもやっぱその社会に属してるかどうかの差があるんですよ。いや、みんな属してます、社会には。そうなんですけど一応やっぱ僕部屋の中で完結することが多くて、いわゆる会社で働いている方と会う機会がないと思うと、別に世界が自分の中で完結してるのが当たり前で、なるほどなるほどなるほど。あんまりそう恥ずかしいと思う機会がない。なるほどね。少ないのかもしれないです、僕の方が。私仕事上街歩きとかするときあるんですよそれが恥ずかしくてそのせいですよ絶対。いや、僕も街歩いたら恥ずかしいと思いますし、でそういうの撮ってると遠くからなんか聞こえてくるんですね。何あれ YouTuber 有名な人正しいじゃん知らねえこの知らねえが知らねえきつい知らねえきつい。でも僕もイベントを一回大阪で思考実験展っていうやつを大阪でも開催されたんですけど、そこでちょっと関わった人が登壇して喋るっていうのがあったんですよ。そのやった場所がすごい開けた場所で、で行き交う人たちがチラチラってこっち見てるのを感じるんですよね。いたたまれなかったですね。だから僕もそういう場に行ったら恥ずかしいって思うのかもしれないです。いやー、なんかね、すごく有名な顔を隠してる人と勘違いされたらどうしようみたいなでもなんかそれでちょっと見えてきたことがあるんですけど、はい、結局期待に添えないのが我々嫌なんじゃないですか。確かにそうかもしれない、ハードルをこう勝手に作って、それを超えられなかったらどうしようって、
ね、同じ仮面仲間だと歌い手さんで聴学生さんっていう方がいてお友達なんですけど、やっぱ一緒に仕事すると明らかに仮面してる人のシュッとしてない方だな自分が比べちゃうんですよねあっちはなんか仮面する意味ちゃんとあるわって思うでもなんか思わないですか、シュッとしてるから、隠さなきゃいいのにとかないんですか。確かに確かにいいのにね我々ってくくっていいか分からないですけど隠して皆さんのことを損させないようにしてるとも言えるというか。そうよ、はい、そうですよね。そうだわ、聴学生さんは仮面を外すべきだ僕はお知り合いではないので強く出れないですけど、かっこいいんだからもともと。そうだこんなこと言ったら怒られるんじゃない。そうですよさっき言った仲のいい人にとっていい行動。そう仲いいんですよ。なら言っていいと思います。一緒に牛丼食べたりしてるんだから。いいじゃないですか。仮面かぶってですか。仮面はかぶってないですなんですか、さっきの仲いい人との距離の詰め方の話をまたしてしまうんですけど、結局仲良くなるためにはどこかで踏み込む瞬間があるじゃないですか。そうですよね。さっきのちょっと後ろトランク開けたらどうみたいな、同じようなというか、なんかちょっと冗談かましたりとか、人によってはそれで失敗してなんかね疎遠になるじゃないけど、スーンとしちゃってね、スーンとしちゃうこともある。でもどっかでこう一歩ジョークなりなんなりで、それから回数重ねるとかもあるんでしょうけど、その距離が未だに分からないですね、見極めが。分かんないですね。なんか後でムカつかれてるんじゃないかとかすごい考えちゃいますね気にしちゃいますよねあります。だから聴学生さんも今、このことがバレたら、もしどっかで風の噂で流れてしまったらと思うと今心配してます。いやもう断言しますけど絶対聴学生さんは気にしないけど恐山さんが気にするやつです、ね、そうでしょうかねでも仮面ってかっこよく言ったらペルソナって言うじゃないですか。そうですね。でなんかよくね誰に向けてのペルソナだみたいなんでこう使い分けるみたいな言い方されるじゃないですか。仮面をかぶってることでのメリットもなんかあるんじゃないですか。仮面かぶってるメリットは、ペルソナ5に感情移入しやすい自分もかぶって怪盗になれるみたいなことです。そう、ペルソナ5の主人公と大体同じような形の仮面をしている仮面の形も似てますもんね形式が。なるほど。僕だったらじゃあオペラ座の怪人意識してるんで、確かにあれ見に行くときに感情移入しやすいかもしれない。それぐらいかな、でもまあ仮面の形で覚えてもらいやすいっていうのはあるかもしれないですよね。それがシンボルになってるっていうのは、そのインターネットってある意味仮面を1個フィルターを1つかぶせてるようなねものだと思ってるんですけど、それで発言が大きくなったりとか、その中のこう自分っていうペルソナを作ったりしてこう喋ってる、だから実際の自分とは離れてるんだけどなみたいなことがありえると思うんですけど、普段の自分と仮面をかぶった自分ってなんか差あります？恐山さんは。でも仮面かぶっている時の方が無意識に声張るようにはなってるかもしれない。かぶるとスイッチが入るようなですね。なんか意識してやっているわけではないですが、いつの間にかそうなったような気はしますね。じゃあやっぱなんか儀式的な意味があるのかもしれないですね仮面らしく。そうかもしれないもうそれこそ15年ぐらいつけてるんで、なんか宿っててもおかしくないですよ。いやおかしくないですね。仮面はちなみに何種類持ってるんですか？1個ですか？いやそれが結構な種類ありますね。もう昔はすごいお手製のものだったのをちょっと発注してかっちょいいやつ作ってもらったり、あとイベントに合わせてこういう仮面にしてくださいって、僕 TRPG の中でもクトゥルフ神話っていうやつでお話を書いてるんですけど、そのクトゥルフ神話モチーフのにしてもらったりとか。いいですね。恐山さんいくつぐらいあるんですか？私は今、ほぼ同じ形のものが2種類予備があるんですけど、それまでに3台ぐらい歴代仮面みたいなのがありまして、進化してるんですか？そうですね。もう15年前最初につけた頃はなんか既存の仮面にアルミホイルを巻いただけのもの
だったんでアルミ巻いたんですね。そうなんですよ、はい、でもそうすると本当顔が蒸し焼きハンバーグになっちゃってですよね、本当に熱くて込めるためのものだから口周りも荒れるし、チクチクして最悪だったんで、今はなんか業者の方に、はい、コスプレ衣装とか作ってる会社に頼んで作っていただいているっていう感じ。僕もそういう造形師の方、コスプレとかされてる方にお願いして作ってもらいました。いやあれなんか出来上がると嬉しいですよ。いや嬉しいんですよ。自分のためだけのものだから、そうなんですよ。普段ユニクロばっかり全身のくせに仮面に一番金かけてるっていうかお願いしてるっていう、ね、だからなんか顔を完全に出さない界隈の人たちとはみんな仲良くなりたいなとはちょっと思ってるかも。いやもう徒党組みましょうよ。顔隠してる人たちでホラー作家の梨さんとかも ねお話この間させていただきましたよ。ああそうですか。イベントで、はいね、あの人もだいたいイベント出るときは紙袋をかぶったりとか、あとなんかカーテンの奥にいて後ろから照らしてシルエットで登場したりとか犯人じゃないですか僕の時紙袋でした、ね、紙袋でした、はい、お話ししました。当然普段から親交がというか。そうですね。なんかちょこちょこ、はい、パフェ一緒に食べに行ったりとかいいなパフェ。甘いもん好きですか？甘いもん好きですね。で梨さんはもう私をはるかにしのぐ甘味党なので、はい、なんかすごくいいところ連れて行っていただいて。確かその時もパフェの話してました。しました、はい、お話しした時。梨さんにおねだりしたら多分連れてってもらえると思う、お願いしようじゃあね、住所非公開の、はい、会員制のパフェに通い詰めて。そんなパフェあるんですか？東京ですよねいや東京にねあるんですよ。そこはまあ確かにめちゃくちゃ美味しかった。そんなパフェあるんだでそんなどこで聞くんですか？そんな情報。いや会員制のとかわからない。なんかもう梨さんはもうそこにクラファンとかにも参加するぐらいのもうガチの甘味党なので、はい、人が知らない甘み情報を知っているんですね。すごいですね。でなんかそういう、はい、ホラー作家さんも結構横のつながりが狭いらしくて、界隈が界隈みたいな結構まあ引っ込み思案な方というか、作家もやっぱりほっとくとずっと家にいちゃうので同じホラー作家だけど一切交流ないってこと多いらしいんですよ、はい、そうなんですか。それをもう梨さんはもう、はい、まだデビューして数年だけど、はい、パフェ食おうやって言ってこう俺もう梨さんに頭上がらないなつなげるっていうすごい行動力だな。恐山さんそんな風な人との関わり方します？普段しないです。いや本当僕も誘ってもらい待ちになっちゃってる。仕事がなんかあってから恐山さんとこうやってなんかタクシー乗る機会ありましたけど、そうでもなければずっと袖だけで触れ合って直接話す機会なかったかもしれないね、でもなんか意外というか、はい、TRPG とかやるのって全部会話じゃないですか、そうですね、だからもっとコミュ力グイグイ系の人たちが、はい、まあインドア趣味の中でも多いのかなとは思ってたんですけど、結構遠慮しちゃう方ですか？中にはいるんですけど、はい、やっぱ生地仕事でやってる感というか、お時間を取るからにはちゃんとしたものをお届けしなければならないみたいな感じで考えると、なんか回数としてはそんな多くはなくなってしまったりとか、一回関わったきりの人も結構いたりして、はい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 、プライベートなんか全くみたいな感じですね、僕は。なんか意外。そうですか。他の人どうなんだなんか、はい、人を誘う声をしてるから人を誘う声なんか、はい、声だなって前から思ってて、僕はね恐山さんに対抗できる何か手段があるとすれば声しかないと思うんですけどなんか鼻声だからちょっとなんか強く出れないんですよね。いやいやそうでもないですけどねいやでもなんかそれこそ思考実験展の話さっき出ましたけど、はい、ああいうイベントがあると人を誘いやすくてすごく助かる。確かにね、今流行ってるじゃないですか、展示ね。その流行りに思うところありますなんか感じるところ。思うところっていうかなんか、はい、言い方悪かったな。去年一昨年と、テレ東と梨さんとで組んで、恐怖新展とか、ね、行方不明展とか、それのネタ出しというかね、アイデア出しの段階にちょこっと関わらせてもらったりっていうのをやったんですけど、その去年一昨年の時点でもうちょっと展が流行りすぎちゃってるねその時点でもう結構そんな話になってたんですか？なってましたね、はい、なんかどういうのやろうみたいな時に、はい、あまりにもこう形式として参入障壁が低いってわけではないんですけど、はい、かなり魅力的な形式が今生まれてきてるので、逆にどういう差別化をするのが独自の面白さになるのか、結構ちゃんと考えないとだねっていう話は
いろんな場所でしたような記憶がありますね。どこかでも、梨さんが関わってらっしゃるからっていうのは大きいでしょうけど、少し恐怖というか怖いとかオカルト的なポイントが展示に掛け合わされてるっていうのはなんか意味があるんですかね。そうすることによる。どうなんでしょう。それは単純にその制作してる人たちがそういう怪しいものとか怖いものがめちゃくちゃ好きっていう趣味の部分がおそらく9割ぐらいで、なおかつそれが商売として成り立ってるのは、その怪しげなものとか行かないとわからないみたいなものと恐怖っていうのがすごく相性がいいんでしょうね。なるほど。なんか秘密があればちょっと覗きたくなる、暴きたくなる人間の本性というと大げさですけど、なんかそこと関わってそうですね。そういう意味では。で実際行った人とかも、あれはちょっとやばかったねみたいな、ちょっと匂わせるようなことをしてバイラルしていくっていう。そういう意味だと僕の子供の頃なんかは、周りの話題についていこうと思ったらテレビを見てればよかったんですよ。そうですね、今もうなんか見なきゃいけないものが多岐にわたりすぎていて、共通の話題探すゲームじゃないですけど、確かになんかそういうのに展示っていいのかもしれないですね。あれ見てきたよ、体験してきたよって、一個話題としてちょっと調べただけじゃもうどうしても知れない領域があるっていうのが逆に今良くなってきてるんでしょうね。そこでしかっていうやつ、そうかもしれないな。その前関わった展示ではどういう感じで作られたんですか？思考実験展ではですね、最初はなんかオファーを受けた時に電話で雑に僕が言ったのは、なんか思考実験とか並べたらいいんじゃないですかみたいな雑ですね。雑に言ったんですよ。トロッコ問題でトロッコに実際に乗るみたいななるほど。入場した人はレバーを倒すっていう体験とかどうすかって、そんぐらい雑に言ったら、なんか思ったよりシナリオを書かなきゃいけない話だったらしくて、なんかすごいお話をいっぱい書いて、その物語の中で思考をする、考える、いざあなたはその場にいたら、本当にいたとしてどうすんのみたいな感じで考えることになりました。なるほど、やっぱ現地にいるからできるっていう部分が一番大事になりますもんね。そうみたいですね。それをどうやるかなんだよなやっぱり展示の差別化の話に入ってきますかそれを例えば恐怖神展だと汚い畳の上を歩かせるとか、そういうアプローチを、それはもう私が考えたわけじゃなくて、那須さんとか皆さんのアイデアなんですけど、実際私も展示見てなんて嫌なことを思いつくんだろうでもやっぱそういう実際砂の上歩くとか、肌で感じるものが水の中を歩くとか、そういった展示って体験って今までもいろんなとこであったと思うんですけど、それに物語性を結びつけるみたいなことなんですかね。でもそうだと思いますね。なんか今流行ってる展示ってどっちかというと活字メディアが生き残るための一個の方法のような気もしていて、なんか今映像と音がめちゃくちゃ強い時代じゃないですか。とにかくタイムライン上に流れてきたら強制的に音が出て動きが始まるから、でも、TRPG もそうだと思うんですけれども、なんかテキストがベースにある物語みたいなものって面白いかどうか分かんないんですよ。やってみるまで。やってみるまで分かんないから、すごく不利な状況に立たされてるなと思っていて、すぐ消費できないっていう言語化がさすがお上手いやあくまで私のね仮説なんですけど、いや本当にそう思います。でも展示ってもっと参入障壁を上げることで、なんかこのすごげなコンテンツは来ないと読めませんよってするっていうやり方をしてるんじゃないかなと思って、これちょっと面白いなと。そうですね、生存戦略ですね。ある種のね、シナリオの分岐みたいなことも展示場でできますもんね。思考実験展もそうですけど。そうですね。あなたはどっちを選びましたかっていうのはテーマにありました。ご自身の自分ごとにするみたいな、体験、あなたの体験ですよって感じてもらうっていうのが展示でのその一番至上命題だと僕は思ってるんですけど、これは TRPG もまさしくそうだと思っていて、他の主人公に感情移入するではなく、今自分が考えてどう決断するかっていうのを迫っていく。ですごいファンタジーにしても SF にしてもどんなホラーにしてもどんな世界でもあなたが決めるんだって
思ってもらうにはどうしたらいいか、うんうん、もしかしたらそれは畳の上を歩くことかもしれないし、なんかもっと別の手触りをなんか想像できるようにするにはどうしたらいいんだろう、匂いなのかなとか、何なのかなっていうのを僕もずっともだえ苦しんでますそうですよね。ふーんで終わるのが一番やっぱ作り手としてはしんどいというかへーみたいな、それをでも自分もやっちゃいますからね。ね、残酷なもんで読者としてはそれを平気でやってしまうという、どうやったらいいんでしょう。そういうなんかリアル系のイベントは今後もやってみたいなみたいな気持ちってあるんですか？でも今もはや言葉の意味が分かんなくなってきてるんですけど、イマーシブっていうやつがあるじゃないですか。はいはいはい。で海外とかね、すごい日本の法律では絶対無理だろうっていう表現があったりとかの、いろんなのがあると思うんですけど、それをもっと気軽にイマーシブっていうものが何なのか分かるものをやっていきたいと思ってますね。はい、イマーシブってこの多分2年ぐらいでなんかこう流行してきましたけど、もはやどういう意味かよく分かんない。なんか新しいよぐらいの意味に、なりつつあるというか、イマーシブとあとナラティブっていう言葉がもう僕本当の意味分かってないんですよ。確かにあれは多分企画を通す人たちがスライドに書きやすいから増殖していってる部分がありますよねそれもこれもイマーシブでナラティブだねって言われてる気がしてAI でイマーシブでナラティブなんですよみたいな今の広告代理店その3ワードでどうにかなる、AI でイマーシブそうなんですよこれをどうにかね、なんかその展示が一つの形式になってるっていうのと同じぐらい、イマーシブってやつがこの形式なんだよって提示できる方法ないかなって、新しい形式を作りたいと僕も思ってますね。どうやって自分ごとにする、今この話を体験してるのは自分だって思わせる方法をそうなんですよ、考えたいですよね。考えたいですね。一旦そうですね、運転手の方にお願いしてトランク開けてみてもらって本当に水槽かだけ確かめてみてこれで本当に水槽だったらもうすごい体験ですからすごいかも、確かにとんでもない体験ですよ、この話で本当にそうなってたらっていうのをね、なんかだから回収できるかどうかってことかもしれないですよね、自分の言ったことを。確かにそうかも。そんな展示ってなんですかね。なんだろうそれこそなんかタクシーとかだったら、タクシーのカーラジオから聞こえてくる怪談の方が、多分家で読むより怖い気がする確かに、だからそれはある種の運命的な何かを自分が合わせたチャンネルではなく、第三者によるあれでっていうところが強いんですかね。確かに、もしかしたら自分で展示にそこに行ったっていうのは能動的だけど、なんかメタ的に難しいからやめますか、後日考えましょう。そうですね、ぜひまたちょっと今度考えさせてください
お疲れです、忙しい。いやでもなんかもう、まあ、今までの人生の中では一番今がそうだよね。でもその本当に吉本の人とかとこう一緒になることとか多いじゃないですか、やばいっすねあの人たちの働き方。そうなんだやっぱ。テレビはもちろん出てるし、そこに劇場何本も入れられるとかいうのがあるから、僕らの倍は忙しいような気がします、吉本の人。なんか最近思うもん、なんか別にどの業界においてもかもしれないけど、やっぱ体力ない人もう結果残せないんじゃないかなって思う。いやもうそうですね、それはあるかもしれないです。結局体力系だったんですね。でもさ、1個下ってこと36、7じゃんね。もう、37になりますそろそろ。なんかさ、やっぱ俺36ぐらいでガクッとなんかいろんな老いたなって思う。あ、そうなんですか。感覚ちょっとあんの。まあね、体感っていうよりなんかまあ見た目になっちゃうけどちょっとほうれい線がはっきりしたなとか、なんかそんなのもあったんだけど、なんかそういうのは感じないんだ。だって俺もすごいですもん、老け顔はとにかくごめん、じゃあ見た目じゃないわ。見た目はかなり早く始まってるもんね。見た目はちょっとずつ若返ってますよ。若返ってることはないですけど、みんなより先のとこにいるから。確かにね、20代だからなんか、30か、30の時にキャバクラ行ったんですよ。でキャバクラ行って、で何歳ですかってそのキャバ嬢の方に言ってもらって、寒いですけど何歳だと思うみたいなのやってみたんですよ。したら向こうはかなり気を使って、多分本当に気を使ってくれたんでしょうけど、45って言われたんですよ。で50前後に見えてたんだよね。本当は多分50過ぎだろうなって思ったのを、もうちょい下にした方がいいなっつって45って聞いてくれたのを僕がブブーっつって30ですって言ったらごめんなさいって言われてなんか悪口の方が傷つかないね。そうなんですよ、優しさなんですよ。ガチだもんね。浅めの優しさがあだとなった。気まずいねそれ。そうですよ。だからそれはもう年取ったなは、体の中はあるのかな分かんないですけど、もう外見ではもう。でもじゃあもうその体力的なのはないんだね、落ちたなとか。今年はなかった気がします。でもマジでここ 1,2 年の話なんですかね、宇治原さん。俺はなんかそんな感じする。酒も、もうすごいなんだろう、潰れちゃうことが増えたとか、前より増えたね。なかったっすか。酒弱くなるんだじゃあ。それは明確にあると思う。それこそ相方の坂本も同級生で同い年だけど、あいつもめっちゃ体強いけど、もう結構すぐなんかもうヘナヘナになっちゃうこと増え始めた。周り見てもそうなってるってことですもんね。なってる。いやそれ感じないんだ。酒飲まないっていうのあるかもしれないですけど、一滴も飲まない。いや ほとんど飲めないというか、1,2 杯飲んだらもうヘロヘロになっちゃうタイプなんですよ、もともと。でもそうなのか。じゃあそんなには感じてないんだ。でもまあ走ったりとかしたらなんかもうみたいな、なんかやばい音になってるとかありますけど。じゃあ運動とかもしてない？運動今ほとんどしてないです。たまにするってこと？ほとんど。いやなんか番組でとんでもなく激しい走らされたりとかした時にそうか運動って思って頑張ってます。じゃあ別にその自分で体力作りにみたいなことはしてない？してないです。それはもう太ってきましたし、どんどん。それでもそれってあれでしょ、要は食えるようになってそういうのもあってって感じかもしんないですね。あとやっぱバイトが結構立ち仕事多かったとか、あと夜勤だったんで、その終わってちょっと終電はない時でもちょっと歩いたら帰れるぐらいの 2,3 時間歩いて帰ったりとかしたんですよ。その生活ではなくなったからっていうのはあるかもしれないです。そういうことなんだ。めっちゃ歩いてたんで当時。それもあるだろうけど、なんか大体さ、みんなさ、それこそやれのデイさんとかもすごいちょっと太りましたよね。大体みんなちょっと食えるようになったらちょっとプクッとするじゃん。俺逆に痩せちゃったんだよ。なんでですかね。なんかあれはしないんですか、散財というか、その豪華にここはうまいもん食おうとか。なんかあんまり食に興味がないんだよな。出た。いやそういう人なんですよ、痩せてる人ってやっぱ。やっぱ好きなんですよ、太ってる人って食べ物ね。そうだよね。そうなんですよ。すっごい羨ましいもん。なんかその方がよくわかんないけど、なんか大人だなっていうか、てかなんか人間として楽しい人生を楽しめてるなっていう。俺本当なんだろう、
なんもないもん。その朝起きて、あれ食いたいとかって考えるんですよ。あ、そうなんだ。でそれがでも意外とみんなそうだと思ってたらそうでもないんですよね。考えたことないかも。腹減ったら食うっていうそう。それになんか俺は今もう痩せちゃうから、もう飯ノルマぐらいの感覚で、ちょっとお風呂とか入んなきゃとか、マジっす。歯磨かなきゃとか、そっち系ですか？それだ、完全にそれで、ちょっとなんか胃も弱いから夜9時以降食べると胃が荒れちゃうんだよ。なんなんですかそれ。もうわけわかんないでしょ。一緒に飯行きたくないですよその人と。でしょ。俺はずーっと食わずに見てるだけそうなんですか、気にしなくていいんだけどね、もうこっちはもう慣れてるから、それもう数年やってるから。なのにその起きるの大体昼過ぎて、だからもう食べれる時間も少ないから、もうなんだろう、そうなんかグルメな感覚じゃないの、本当にノルマで食って。それこそなんかアイソカルって言ってさ、アイソカルなんか200ミリリットルで400キロカロリー取れる飲み物があるの。それ病気の方とか飲んだりするから。ああ、なるほど。それを毎日2本飲む。うわー、マジっすか。本当にカロリーだ。カロリーとして飲んでるってことですよね。そう。でもそれを始めたら体重ちょっと上がって、だって1月12月ぐらいは51キロだったんだよね。50キロ、175センチあるけど、だけど今56ぐらいまで来たから、で太ってくださいっていうことですよね。それはもうちょっとそう栄養健康的に、それにしたからだいぶ良くなったけど、相変わらずだから食べ物に関してはなんか、でもなんかバレたくないけどね、そのなぜかっていうと、友達とかと友達がテンション上がってるのに合わせてる時あるからね。うわ、そうなんすか。うわ、たまんねえなって言ってるのがあるから、全部あれ嘘だったんだってバレるから言いたくはないけど、それ寂しいな。なんか、焼肉とかみんなで行ってとかみんな言ってるじゃないですか。ない、もう焼肉は本当に疲れる時間って感じ。マジっすか。匂いもつくし暑いし、なんかなんか本当に焼肉は結構疲れる。吹っ飛ぶんすよみんな焼肉で。そうだよね、疲れが。それが普通だよね。だ俺からしたらなんかわざわざ、それこそ歯磨きとか風呂とかの感覚だから、なんかわざわざ豪華なところに出向いてする作業みたいな。お金高いの払ってやることじゃねえだろみたいな。そうなんだ。でも逆にだからこそ飯を節約しようとかはなるべくうまいもんじゃないと、少しでもうまいと感じる方向のじゃないとそもそも食いたくないから。そういう意味で結構実は散財というか、もうUber Eats連打してる。もう好きなものを何頼んでるんですか。大体ね、そば、大体決まったとこあるんだけど、そばとあと根岸牛タンとか、そんなのを言ってるかな。ちょっとパッと、なんでか分かんないけどパッと言われて浮かばなくて緊張しちゃった。なんでだよ。この会話で緊張する人いないっすよ。いないよね。別に面白いこと言えとかでもないのに、なんだっけ、なんだろう、答えれないってなっちゃった。マジの質問ですから、その普通に根岸でご飯も食べるってことですね。まあそうだね。好き、せめて美味しいもんなら食ってもいいかみたいな。それになんだろう、そうだね、金額を気にしてないかも。いや本当に羨ましいです。俺だってなんかもう甘いもん食べて家帰る時になんかデザート買いますもん。でお家でデザート食べないと気が済まないです。いや羨ましいな。なんか砂糖もなんかダメ、疲れるんだよね砂糖。あんまり取らない。すごっ。俺だってコーラすごい好きだったの、子供の頃母親が歯科衛生士だからコーラずっと飲んじゃいけないって家庭だったんだけど、上京して一人になったらもう爆発しちゃって、コーラほんと毎日飲んでたの。だからそれこそ当時の K ダッシュ事務所の芸人聞いたら、いつもコーラ片手に持ってたって多分言われると思うから持ってたけど、もうなんかそれも胃が荒れちゃうし、胃がね、もうコーラももう炭酸ジュースとかもう一切飲まない。ずっとお茶。酒はめっちゃ飲むんですもんね。酒は飲む。でも酒も美味しいとかじゃなくて、なんかちょっと言葉悪いけどドラッグ的にでも酔うから。言葉悪いよ。より悪く伝えたかった。なんでだよ。その言葉悪いけど、なんかそのマイルドに喋れるだろ今のは。なんかハイになるとかそっちでことですか？ハイになるってことですね。そう酔ってそうなるっていうことのためだけに飲んでる。
あ、そうなんですか。そう楽しいとかそうそっち系なんですね。気持ちいいとかってことなんだ。はあ。だからそうだね。で別になんか お酒に詳しいとかそっち系ではなく、全く詳しくない、その強い系のお酒とかを飲んでるんですかね。そうテキーラいっぱい飲んでコンビニのなんか強いやつ9%みたいな。あれは炭酸だからいかないんだよ。あ、そうなんだ、そっか。難しい。テキーラなんだ、テキーラだってクラブにさ前会った時1000回ぐらい行ってるって話だけど、それで考えたらテキーラは人生で1万ショットだけど1万杯は飲んでるはず。うまいってことなんですか。あ、うまいとかじゃないのか。うまいじゃない、ドラッグ。やめろそれ言うのその比喩表現としてのそれで飲んでるからビクってなんだよ。ビクってなるよね。そうだよ、ごめん。やってねえよな。やってないなぜなら絶対にやってそうだからそのギャップ一番やってやってないというギャップですか。やってないというギャップ警戒してそこは。だからお酒でそれが満たされてるってことですよね。まあそうそうそう。なんか宇治原さんは、今ってこのなんですか、あれですよね、配信やめたんですよね。やめた。そうやね、前言った、なんかあるんですか今後。今後どうしていくかみたいなこと、今後ね。でもまあ配信をメインでやってた時とかはすごい思ってたら、もうこれどうなんのみたいな、なんかいやネットの時代に来ると思ったのになんか思ったより来てないし、まあそうとか言われてましたもんね。言ってもやっぱまだテレビの方が光り輝いて見えるんだよね、俺はね。とかがあって、どうしようかなとかって思ってたけど、宇治と上田ってチャンネル始めて、それこそそのカメラマン兼ディレクターっていうか、まあディレクター兼作家か、はなんか佐久間さんの弟子みたいな方で、上田さんっていうゴッドタンとかでもやってる人なんだけど、まあその人と始めて、まあ評価もすごいいただけるようになって、なんだろうな、今はなんかむずくない？なんか目指すのなんか何を目指せばいいのか分かんない。なんかだからそのこれになったから、成功者ってことはないですよね今。そう前はなんかいっぱいレギュラー番組持ってとか、なんかねダウンタウンさん、トネルさんみたいにとかと思ったけど、なんかもうああいう感じにもなんかもう千鳥さんが最後なんじゃないかぐらいの、千鳥さんですよね。なんかそんな感覚もあるし、だから目指す場所がよく分かんないから、まあ戻るけど宇宙上でとか始めて、まあこうやってなんかたくさん見てもらえるものをまあネット上でたくさん作ってけば、なんかたまに大きいメディアとかに呼ばれたりするが発生するから、一回今は目の前のことやっててこうって感じで、なんか目指すっていうとむずいね。だからそうですよね、正直僕もそうです。そうなんだ、ちょっと気になるわ。どうなりたいとかっていうかのはあんまなくて、まあ有名にはなりたいです。そうだね、いっぱいもう知ってる人がめっちゃいるっていうのは最高ですけど、それはそうだ俺、でもなんかその何が有名になることなのか今正解もないから、だから今ある仕事を全部頑張る以外そうなるんだやっぱないっすよね。なんか目標が M1 出たいとかあります。なるほどね、あと2年出れるんですよ。いいね、そうなんだ。そうなんです。だから M1 出たい。でも別に M1 出たいはそのここ2年の目標でしかないじゃないですか。でその後出れたり出れなかったりしたら、やっぱ今を頑張っていくしかないですよね。そうだよね。確かによく考えたら俺も一応 YouTube 始めて漫才やめちゃって、まあ遊びで出たりはしてんだけど今、だけどその本格的にはやめたけど、それが一番でかいから、なんかもう何者なのかよく分かんない、なくなってくるっていうか、まあ別にネタやってなくても芸人だとは思うけど、なんか一応なんか自分の中でネタやめちゃって、これ何を磨くなんかですねみたいな状態入っちゃってる。でそう考えるとまだちょっといいかもね、ネタがあるのは。なんか今すごいこうなんかなんですか、なんていうカテゴリーの人間なのか分かんない人いっぱいいますよね。だから芸人でも漫才師の人もいれば、確かにタレントっぽい芸人の人も、お笑いタレントもいますし、でそれなんか全部本当はやりたいんですけど、なんか全部のスペシャリストってめっちゃむずそうだなと思うから、天才じゃないとむずそうだよね。だけど今はなんかとりあえず与えられた仕事をやってみてる。へえ。じゃあちょっと似てんのかもな。かもしれないですね。もうそれも時代かもしれないですね、これね。あとまあ俺はちょっと違うけど、そのラップ好きだからラップもまだ一応やってるから、まあ今年はちょっとラップ
ちょっと力入れてやりたいなって思ってるから、ああ、だからもう最高の人生の可能性ありますよ、もしかしたら。なんかね、確かに俯瞰で見るとそう思ってもいいのかもって考えたことはあるけど、まあでも自分の印象としてはつまんねえ人生だなって思ってる。そうだ、何も楽しくないって思ってる。なんか日本人っぽいな、それすごい。あ、そうなの？なんか幸福度、ああ、そういうことね。完全に幸福なはずなのに幸福度低いみたいな。今じゃあ幸せって聞かれたらどう答える？幸せって答えると、なんかうわ満ちちゃってんなこいつとか思われるのがちょっと嫌ですけど俺にしたら絶対幸せでしょ多分。確かにね。それ人に言われるから腹立つからあんま自分で言わないですけど、お前で飯食えてんだからなみたいな。でもそれは結構いい言葉かも。俺もそう思った方がいいな。なんか調子乗ってんのかも、そう考えたら。逆に俺は調子乗ってんのかも。その幸せじゃねえよこんなのとかって言ってるけど、いやお前の人間としての作りでだったらだいぶラッキーで、本来多分今刑務所の中にいるだろう。いやそういう話なんですよ、マジで。そうでもう何もできないんですよ僕なのに、なんか今多分これももう本当にもう運のみ、で今食えてる。それもめっちゃ思うかも。運ってなんかその本当に謙遜で言ってカッコつけてるわけじゃないんだよね。違いますよ。だいぶ運要素だいぶでかいなっていう。運要素だいぶでかいです。だってそれで言ったらなんか神田さんって元ティーチっていう神田さんとかだって実力で言ったらさ絶対にとんでもないじゃん。すごい人がいたんですよね、お笑いに。そうやめちゃったんだけど、だけどまあ一応売れてないっていうか、まあ芸人今一旦やめちゃってるけど、っていうので言ったら運だよね、こっちが食えてるっていうのは。なんかそのポップさとかよく言われたじゃないですか。ポップとかキャッチーとか、運なんですよ。運だよな。よかった、そう考えたらギリ運はあったのかもな。今だけですよ。でもそれもその別に今だけですからね。運がいいのもでしょ。こうなんかあってんです。全部こう波になってるんですよ人生は。分かってるそれ。そうなんです。だから僕らは20代の頃はもう本当に地獄だったじゃないですか。だから30代がちょっとふわっとした。40代地獄ですよ多分これ。いやいけない？この20の下がりであと全部上の方でフィニッシュできない？20だってでも20を捧げたんですよ俺たちは。大事な20を、そうじゃん。みんなの人生の大切な20を俺らは捧げたんですよ。俺マジ思う最近それ。なんかこう食えるようになってよかったなと思うけど、もうなんかもう30後半だしもう40にもなるし、なんか20を本当に捧げたの意味が最近わかる。なんかありますよね。本当もっと楽しいんだよね、人間って20代ね。20代絶対楽しいんですよ。でも絶対戻りたくないじゃん。俺らは絶対に戻りたくないです。本当に精神おかしくなっちゃってたもん俺絶対。地獄の日々。もう体力をバイトで削りに行ってる日々。そうでもそう考えるとだからまあ今だいぶいいんだろうけどね。20頑張ったから30は良かった。で30頑張んないと40はないんですよ。うわ、それ頑張れてる認識ある自分。いや分かんないです。もうその答えづらいと思う。忙しくはさせてもらってますけど、頑張れてるかって言われたら分からないですね。もういややめよう、これ答えづらいわ。答えづらいですね。俺も頑張れてるのかって言われて頑張れてないって言いたくないし、でも頑張ってるって言うとキモいし、なんかそうですね。難しいこれ。怖くなってきたな、なんかだんだんその40代もう俺すごい最悪俺本当。いやでも受け入れれてる方だと思ってんだよ。俺はちょっと本当に薄っぺらい人間だからほうれい線が出てきたとかそんなレベルのことをさ落ちてるわけ。何言ってんだって思ってました。すいません、ほうれい線の話してる時にそうでしょ、そんな話がしたいわけじゃねえとは思いました。俺結構なんかそう JK メンタルっていうかなんかそうなんか見た目美獣が下がるのがすっごい嫌なの。へえ。ただでさえないのに、どんどんおじさんになってくみたいな、そっちの恐怖がすごいある。そうなんですね。すごいある。じゃあおじさんが嫌なんですね。嫌だけどもう諦めて、もうおじさんとして生きるのを去年から始めた。でもそれいいと思います。なんかたまにいるじゃないですか、プリップリのおじさんいるじゃないですか。俺あれ気持ち悪いなと思って。そうだよね、だからその気持ち悪いことに気づけてたからよかった。もうこれは諦めて受け入れていくしかないなって思ってるから、そういう意味で言うと今後どうなってきたみたいなことで言うと、仕事とかっていうよりなんか正直そっちに課題を置いていく。人生をやっとちょっと食えるようになってきたし、
初めて人間として一回人生を考えてみようかみたいな、はい、それで言うと何度も言うけど結婚してんの羨ましいわ。もうその時点でまともな人だもんね。もうまとも認定スタンプみたいな感じしますね。うん、じゃあ逆にないんだそれがもうその人間としてなんか人間の方での補いをしなきゃは逆にないか。いや僕はだからその、20代それこそ本当にもうバイトしまくってたぐらいしかないんで、経験したことないこといっぱいあるなとは思ってます。ああそれはあるか。はい、屋久島杉の木とか見てみたいですベタだねベタだけど、はい、そういう感覚かも。結婚もそうですよね。よく聞くあれをみんな見てるやつを見たいっていう。屋久島杉ってなんか現場教科書で見たような、すごい杉のとこ行くまでに、とんでもない歩くんですってあれ。あそうなんだ。そうなんですよ。船で着いてそこからめちゃくちゃ歩いて、それで50から行けんのかなとか思ったりするんですよ。絶対無理だね。無理なんですよ。正直言うと今の情報初めて聞いてもう行きたくないもん俺。そうなんですよ。もう行かないもん多分。ヘリとかでなんかそこの近くとかいうわけじゃないんですって。歩いていくっていうやつなんで。ヘリで行けてもそんなプロセスで見たもの感動しないだろうし。感動しないですよ。まあなるほどね。やりたいことをやる時期なのかもしれないですね。もうね。それが仕事になったりとかする。そうだよね。可能性もありますから。じゃあそういう意味じゃちょっと。頑張るわ一回。そうですね。ちょっと頑張りましょうこれから。はい。またなんか答え合わせしよう。答え合わせしましょう。はい。なんか呼んでください本当に。あなんか YouTube とかね。とかではい。あぜひぜひ。そういうのもなんか出ますから。じゃあちょっとそれも含めちょっとよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ着いたからちょっと行きます。行きましょうか。あ、もしもし、タクシーを1台配車をお願いいたします。ですね、駅前で、はい、お面をつけている人が2人立ってると思うので、そちらにお願いいたします。はい、はい。